ベスティーボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、BE:FIRST ジュノンデビュー前から現在歌声進化解説、こちらをですね、やっていきたいと思います。鶴さんの BE:FIRST ボーカルルーム。いやー、ショート動画の方でね、告知動画を出してからちょっとね、時間が空いてしまいました。理由としてはですね、最近気温が一気に上がったじゃないですか。ちょっとね、熱中症気味で毎日頭痛が止まらなくてですね、体調不良でね、ちょっとね、動画撮影の方お休みしておりました。遅くなってしまい申し訳ございません。ただ今回ね、ジュノンの歌声をどこよりも細かくをテーマにですね、デビュー前から2024年マスタープランまでこの期間でどのように歌声が進化していったのかというのをですね、分析して解説していきますので、皆さんぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。そして BE:FIRST メンバーのシュントとマナティのデビュー前から現在の歌声進化解説動画公開中でございます。こちらの方にね、サムネイルが表示されていると思うんですけれども、概要欄の方にですね URL 貼っておきますので、気になる方はですねそちらから飛んで見てみてください。鶴さんの BE:FIRST ボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが大好きな BE:FIRST を筆頭に BMSG 所属アーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 BE:FIRST ジュノンデビュー前から現在歌声進化解説やっていきたいと思います。さあ、デビュー前、雪の花、中島美嘉さんですね。ザストの時のやつです。いきますよ。懐かしいですね。いや、最初聞いた時ね、鳥肌が立ったんですよね。すごいいい声で。全体的にね、息の音が混ざってるウィスパーボイスを使っていますよね。続きいきますよ。いや、この音域ね、女性キーじゃないですか。スカイハイ社長もね言ってたんですけど、キー間違えたかななんて言ったんですけどね、ジュノンにとってはこれがナチュラルキーなんですよね。男性だとやや高いぐらいの音域からですね、ジュノンはミックスボイスを使ってます。地声と裏声の中間の声ですね。続きいきますよ。ミックスボイスを使ってるから息の音も混ぜやすいっていう部分もありますね。すごいね、温かくて綺麗な声ですよね。次いきますよ。裏声もめちゃくちゃ綺麗ですよね。で、全体的に声をですね、鼻に入れてるんです。鼻腔共鳴と言われる声の響きをメインで使っているのがね、ジュノンの声の特徴だったりするんですけど、この部分はデビュー前も現在のジュノンの声もですね、共通している部分ですね。もうジュノンの魅力ですよね。次いきますよ。いいね。裏声。いや、ちょっとね、長めに聞いちゃいましたけど、なんかもうね、懐かしい気持ちになってね、もうずっと聞いていたいですよね。で、B メロの部分は、ロングトーンと言われる一つの音をね、長めに伸ばす。こういったフレーズがメインになってくるんですけど、めちゃくちゃ安定してますよね。これはしっかりと声を出すときにですね、腹筋と背筋を支えにして、喉にほとんど力を入れずに声を出してるんです。本来だったらこういうね基礎的な部分っていうのはボーカル教室とかに通って習得するものなんですけど、ジュノンはですね独学でここまでたどり着いてるんです。独学でやってるね練習メニューのクオリティが高いっていう証拠なんですよね。いや素晴らしいですね。次いきますよ。いいね。でこの声
パッと聞いた感じね、裏声に聞こえるんですけど、実はこの声は裏声にですね、地声の要素が少しだけ混ざっています。聞く人によっては裏声って言ったりするんですけど、僕はね、この声もミックスボイスの一種なんじゃないかなというふうに思っています。次いきますよ。で、声の出し方的にはですね、鼻に声を入れるっていう感覚、これは共通してるんですけど、地声の成分を多く含んだ響き、胸腔共鳴、こちらの響きもですね、裏声に混ぜているんですよね。なので、裏声なんだけど、地声に近い張り感を感じる歌声に仕上がっています。さあ、次サビですよ。いきますよ。この高いところはですね、このね、スーパーヘッドボイスと言われる種類の声で、ボーカルトレーニングの時にしかこういうね、専門用語ってあんまり使わないんですけど、とことんね、細かく説明していこうかなと思って、今回からね、ちょっと歌の専門用語も織り交ぜながら解説していきたいと思います。で、スーパーヘッドボイスっていうのはどういう声かというと、声の響きをですね、頭に持っていった声です。で、頭に持っていった声の種類としては3つありまして、ヘッドボイス、スーパーヘッドボイス、そしてホイッスルボイス。この3つが頭の響きを使った声なんですけど、スーパーヘッドボイスっていうのは頭のですね、後頭部のあたりに響きを持っていった歌声なんですね。ジュノンの今の雪の花をのこの高いところはその後頭部の響きを使った歌声になっています。次いきますよ。この辺もそうですね。この辺はヘッドボイスです。ヘッドボイスっていうのは頭のですね、前方向に声の響きを持っていった歌声です。で、さっきね、ホイッスルボイスっていうワードも出てきたんで、説明しますけど、ホイッスルボイスっていうのは頭を響かせるのは一緒です。スーパーヘッドボイスに近いかな。じゃあ何が違うかっていうと、声帯の使い方がですね、特殊なんですね。声帯っていうのはこうね、2枚のひだがですね、こう重なって擦れることによって出ている音。これが声の元なんですけど、こう重なっている面積がですね、多ければ多いほど地声になります。で、少なければ少ないほど裏声に近づいていくんですけど、ホイッスルボイスはですね、こう、本当に一部分だけ重なって、こう、グリ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 っていう風にね、擦って音が出てるような状態。なんで声帯の使い方が違いますね。じゃあ次いきますよ。弱さじゃないの、このないのところがスーパーヘッドボイス。その他の部分はヘッドボイスですね。これ独学ですからね。これほんと専門的に練習して習得するテクニックなんですよ。ね、すごすぎますよね。次いきますよ。で、最後の地声のところも、胸腔共鳴の響き、鼻腔共鳴の響き、そしてヘッドボイスの響き、この3つの声の響きが混ざった歌声になっています。これでね、歌未経験ですからね、やばいですよね。じゃあ次、デビュー曲、ギフテッドいってみましょう。オーディションの初期からデビュー曲、どのように歌声が進化していったのか聞いていきたいと思います。いきますよ。すごくこう力強い歌声に変わっていますよね。この声はですね、地声の要素が先ほどの雪の花の時よりも増幅している感じになっています。プラス、歌の基礎である腹筋と背筋の使い方、ここがですね、段違いでパワーアップしてますね。もう一回聞いてみましょう。さっきと同じリアクション。これね、僕の口癖だったりしますよね。ものすごいパワフルな歌声ですよね。これはお腹と背中の使い方と胸の響き、こちらを同時に使うことによってここまでパワフルな声になるんです。次いきますよ。
ここの部分はね、先ほどの歌声よりも、ちょっとだけこう歌声がふわっとしたようなニュアンスが出ているかなと思います。それは、ここのね、鼻の中に少しだけ声を送ってあげてるんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほんのちょっとだけね、さらっと聞いちゃうと同じようなニュアンスっていう風に聞こえるかもしれないんですけど、1回目と2回目でちょっとだけ雰囲気をね、変えているっていう風な歌い方をしています。次いきますよ。さっきの雪の花のサビの音域とですね、すごく近いぐらいの音域なんですけど、裏声がすごいはっきりとしていますよね。これはですね、胸腔共鳴の声が裏声にプラスされています。先ほどの雪の花の時よりも胸の響きをね、いっぱい使った裏声になっています。もう一回聞いてみましょう。地声の響きが先ほどよりも増幅したので、裏声っぽく聞こえるんだけど地声っぽくも聞こえるみたいなね、そんな感じの歌声になってます。ただ裏声の割合の方が多いので、裏声ニュアンスが出てるんですよね。聞いた感じ、裏声が7割、地声が3割、このぐらいかな。これがね、裏声が6割、地声が4割ぐらいになってくると、地声感がね、もうちょっと感じられるような声になってくるんですけど、すごい繊細なコントロールですよね。次いきますよ。すごくかっこいい歌声ですよね。やっぱりオーディションからデビューまででジュノンは歌のですね、基礎的な部分をめちゃくちゃ練習したんじゃないかなというふうに僕は推測します。先ほどから何度も出てきている胸の響き、胸腔共鳴なんですけど、こちらは歌声のですね、土台って言われるぐらい基礎的な部分なんです。で、胸腔共鳴の響きが増幅したっていうことは、やっぱり基礎練習をめちゃくちゃやってる証拠なんですよね。いやー、素晴らしいですね。それでは2022年バイグッバイ、こちら行ってみましょう。ギフテッドからバイグッバイ、どのように歌声が進化したのかいきますよ。いや、声がものすごく明るい雰囲気出ていますよね。声質のコントロールの幅が広がっています。で、この裏声はですね、スーパーヘッドボイスですね。後頭部を響かせた裏声。で、地声の要素がですね、2割ぐらい混ざってます。言い方によってはミックスボイスですし、言い方によっては裏声。これ雪の花の時と、声の種類としては同じような感じなんですけど、やっぱりね、地声の成分がプラスされてることによって、ものすごい裏声に張り感が出てますよね。で、先ほどね、頭を響かせた声の特徴、これね、説明するの忘れてたんですけど、響きをしっかりと頭の方に持っていくことによって、歌声がですね、めちゃくちゃ綺麗になります。もう一回聞いてみましょう。ね、めちゃくちゃ綺麗ですよね。これがヘッドボイス、スーパーヘッドボイスの特徴なんです。で、歌声が綺麗になるっていうのプラス、歌声のですね、存在感もものすごく大きくなるんですよ。なので、このね、ヘッドボイス、要は頭を響かせた声が使えるか使えないか、ここがね、プロとアマチュアを分ける一つの要素だったりもするんですけど、ジュノンはね、ヘッドボイスめちゃくちゃうまいです。次いきますよ。で、ジュノンのすごいところは、今音域が下がって地声になったじゃないですか。地声でもしっかりとヘッドボイス系の響きを混ぜた地声にしてるんです。だからジュノンの歌声ってどの音域を聞いてもものすごくキラキラしてるような声質なんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。めちゃくちゃ綺麗ですよね。ほんと、羨ましいです、この声質。次いきますよ。イェイイェイ歌いたくなりますよね、ここね。そのままヘッドボイスをキープしたまま裏声に移動するっていう、こういう感じのね、歌い方になってます。もう一回聞いてみましょう。
ね、2回目やるとうざいから指だけにしました。今、あえてね、地声のところから裏声のところがこうね、切り替わりがわかるような感じで流してみたんですけど、すごく地声から裏声の流れがね、スムーズですよね。これ、地声でヘッドボイスを使っていないと、地声と裏声の声質の差がはっきりわかりすぎちゃうんです。ジュノンみたいに滑らかにスッって感じにはいかないんですよね。ここがね、ジュノンのすごいところだと僕は思います。なかなか地声であそこまでヘッドボイスキープするっていうのは難しいので、そういった意味でのね、安定感も増幅してるかなというふうに思います。次いきますよ。すごく高い音域なのにね、めちゃくちゃ余裕で出してますよね。しっかりと腹筋を使って後頭部を直で狙ったようなね、そんな感じの歌声だったと思うんですけど、で、やっぱりね、地声の要素が混ざってるので、すごく声に勢いがありますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら、そうさーのところがね、僕はもうね、高いので、2オクターブぐらい下で歌いましたけど、ぐわってね、こう勢いがあるような、そんな感じの雰囲気しますよね。いやー、素晴らしいです。次いきますよ。またね、同じサビなんですけど、ほぼ一緒の歌い方です。で、実は歌い手にとって全く同じ歌い方だったり、まあ今言ったね、ほぼ同じ歌い方をするっていうのは、ものすごくハイクオリティなことなんですよ。なぜかというと、歌声っていうのは生ものなので、その時の体調だったり、まあ雰囲気だったりね、感情だったり、そういったもので、やっぱり変わりやすい、それが歌だと思うんですけど、にもかかわらず、全く同じ歌い方、ほぼ同じ歌い方をする、もう言ってしまえばテクニックですよね。これはね、すごいことです。スカイハイ社長がね、以前言っていた再現性、ここですよね。再現性のレベルがものすごく高い証拠なんですね。もう一回聞いてみましょう。ね、さっき聞いたサビとほぼ一緒ですよね。もうね、多分ね、全く一緒って言ってもいいぐらい変化ないと思うんですけど、いや、これができるようになるまでものすごい量の反復練習したと思います。じゃないと、ここまでね、完璧に同じ雰囲気って出せないと思うんですよね。いやー、努力の背景が見えてきますね。素晴らしいです。次行きますよ。ここも同じくですよね。ほぼ一緒の歌い方です。いやー、ほんとすごいですね。次行きますよ。ただね、ミュージックビデオのシーンが変わったことによってね、やっぱ雰囲気が違うようにも聞こえますよね。次行きますよ。2022年は声質コントロールと歌の再現性、この辺がですね、めちゃくちゃレベルアップしていたかなというふうに思います。じゃあ次は2023年スマイルアゲインですね。行ってみましょう。どのように進化したのか。もう表現力がね、もう格段にアップしてますよね。全体的にウィスパーボイスを使っていて、歌詞の輪郭がはっきりするように子音を若干強めに歌っています。もう一回聞いてみましょう。子音とあれかな、休符だね。ちっちゃいつ、僕がじゃなくて、僕が見てた。こんな感じの歌い方だったと思います。子音を強く発音する部分に休符を入れるってすごく相性がいいんですよね。リズム感が表に出てきて、歌声にね、こう躍動感がついてくるっていうかね。で、先ほども言ったように、音を一つ一つ切って子音を強めに出すことによって、言葉一つ一つの輪郭がはっきりして歌詞が伝わりやすいっていうね、そういった感じの歌い方だったと思います。次いきますよ。うわー、いいね。それが夢だったんだとのここのエッジね。やばいセクシーですよね。で、デビュー前、ギフテッド、バイグッバイ、この辺はジュノンは高音担当みたいな感じだったと思うんですけど、スマイルアゲインで低音を歌っていますね。すごく色っぽくていい低音です。もう一回聞いてみましょう。
素晴らしいですよね。低音の色っぽさ、ここがね、2023年のスマイルアゲインで増えた部分ですよね。素晴らしいです。じゃあ次いきますよ。いいね。冷めた。ここはね、R&B っぽいフェイクがたまらないですよね。で、高い音を出したのに、すごく柔らかい発声方法。これはね、声を鼻に入れるんですよね。ジュノンの得意技だと思います。もう一回聞いてみましょう。ほら、ここね、かっこいいですよね。で、最初の夢がのところも前半部分と一緒で全体的に音をね、短く切って子音を強めに出してるみたいな、そんな感じの歌い方。この部分は全体的にそうやって歌ってんのかな？じゃあ次いきますよ。いいね。で、ここ音域めちゃくちゃ低いのに歌詞がはっきりと聞こえてきますよね。で、声の特徴として低い音っていうのは声質がこうモコモコしやすくて言葉がね、こうモワンとなりやすいんですけど、そこでジュノンはどういうテクニックを使ってるかというと、低い音ほど声を鼻に入れるんです。これをすることによって低い音を歌っても声が暗くなりにくい。そしてなおかつ明るい響きが声にプラスされるので歌詞がね、はっきりと聞こえてくるんです。もう一回聞いてみましょう。普通に歌うと、その瞬間に気づくんだ。こういう感じの声質になるんですけど、これを鼻に入れます。その瞬間に気づくんだ。声質がこうクリアになりましたよね。低い音ほど声を鼻に入れるとですね、こういう感じの歌声になります。次いきますよ。いいね。一気に声質がね、明るくなって、しかもね、声の勢いが素晴らしいですよね。これね、全体的にしゃくりを入れてるんですよね。スマイルアゲインっていう感じで、しゃくりを入れてるからこそ出てくる疾走感だと思います。もう一回聞いてみましょう。スマイルアゲイン、ここはね、9分はポイントだと思います。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。次いきますよ。ここまでで共通してるところは、9分の入れ方ですよね。スマイルアゲイン。こういう感じで、休符を入れてるんですよ。で、休符を入れることによって歌声のリズム感がめちゃくちゃ良くなるので、2023年は表現力プラスリズム感、この辺がですね、めちゃくちゃ進化してますよね。もう一回聞いてみましょう。ラケしゃくって9分、しゃくって9分みたいな感じのね、すごく難しい歌い方をしています。次いきますよ。こうね、後ろに弾いた感じの歌声にね、こう急にこう切り替わると、すごく胸にこうグッときますよね。もう一回聞いてみましょう。良すぎる。ここが良すぎる。こう声をね、鼻に入れて、後ろに弾いたようなイメージで多分ね、声を出してると思います。声っていうのは、後ろの方向に弾いたイメージで出すとですね、柔らかい声が出しやすいので、おそらくですけど、ジュノンはそういうね、イメージで歌っていたんじゃないかなと思います。次いきますよ。ここね、スマイルアゲインのね、一番インパクトがあるポイントかなっていうふうに僕は思ってるんですけど、ここは普通に君は綺麗だって歌ってる声と君は綺麗だっていうこの息の音、この2つを混ぜて流してるポイントなんですよね。レコーディングテクニックというかね。もう一回聞いてみましょう。よく聞くと息の音で単体、歌声で単体みたいな感じになってるんです。このね、動画だとちょっと分かりにくいかもしれないので、気になった方はですね、スマイルアゲインの音源聞いてみてください。息の音とね、歌声がこう単体同士で存在してるのが分かりやすいと思うので、ぜひね、聞いてくださいね。次いきますよ。いいね。
そう、いいんですよ。この C メロがまたたまんないですよね。君しか見えない。もうほとんど鼻の響きメインっていう感じの歌声ですね。なので、この部分は珍しく頭部共鳴の響きを使っていないんですよね。で、鼻メインで歌声を作るとですね、すごく温かみがあるというか、まろやかな声質を出すことができます。で、その声質でですね、顔の表情を真顔、あるいは悲しい表情で歌を歌うと、今のジュノンみたいな歌声が出てくるんじゃないかなというふうに思います。声っていうのは顔の表情にすごく左右されるので、明るい顔で歌えば明るい声質になるし、悲しい顔で歌えば悲しい声質になります。もう一回聞いてみましょう。ここ悲しい感じで、さっきの声の響きで今ちょっと歌ってみると、君しか見えない。ちょっとだけニュアンスが近づいたかなっていうふうに思うんですけど、本当に顔の表情を変えるだけで声質って変わるので、気になった方はですね、ぜひカラオケに行った時とかやってみてください。次いきますよ。いいね。なんかね、抜粋してみると、歌声のね、高低差がすごくあって、一度で二度美味しいみたいなね、いろんなジュノンの声が聞けて楽しいですね。ここはしっかりとね、お腹を使って、ジュノンの得意な歌声だと思います。頭部共鳴の響きを使って、すごく綺麗な声質を作って歌うっていうね、ポイント。もう一回聞いてみましょう。いやー、いいですね。で、スマイルアゲインはサビでロングトーン、長めに伸ばす音を使ってるので、本当に基礎的な部分が重要になってくるんです。お腹の使い方がね。これお腹を使って声が出せないと、音っていうのはまっすぐ伸ばせないんですよ。スマーみたいな感じで揺れたりするんですけど、ジュノンはスマーラッケーみたいな感じですごくまっすぐ声を伸ばしてますよね。これはもうね、ものすごいレベルの基礎力がある証拠です。次いきますよ。最後ね。ここも鼻の響きがですね、声に乗ったとてもいい声ですよね。もう一回聞いてみましょう。2023年スマイルアゲインで進化した部分はですね、格段にレベルアップした表現力とリズム感。こちらですね。声質のバリエーションもね、ものすごく広がったように思いますし、子音のアクセントと休符を使うことによって、歌声にね、躍動感だったり、疾走感だったり、そういった部分が増幅していましたよね。いやー、素晴らしいです。じゃあ続きまして、2024年マスタープラン。こちら聞いていきましょう。いきますよ。いいね。いいですね。また歌声が進化していますよ、皆さん。2023年までのジュノンの声はですね、地声で低い音域でも若干の頭部共鳴、頭の響きの雰囲気を感じたんですけど、今回はですね、胸の響き中心になってます。胸の響き中心プラスちょっとだけ鼻の響きみたいなね。これまた新しい声の出し方ですね。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、裏声のところで、いつものジュノンの魅力的な頭の響き、頭部共鳴ですね。こちら使ってます。場面場面によって、声質を使い分けてますね。めちゃくちゃ器用になってる。で、スマイルアゲインの時に言った休符の付け方、子音のアクセントの付け方、こちらも入っているので、全体的な感想としては、めちゃくちゃかっこいいですね。次いきますよ。いいね。声の勢いも段違いでパワーアップしてますね。いや、ここの進化度合いものすごくないですか？ 2023 年から2024年。やばいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。もうね、明らかに世界を意識した進化ですよね。いや、素晴らしすぎる。次いきますよ。
今の部分はなんかジュノンの唯一無二感が出てるような声かな。すごくなんか特徴がついたというか、個性が増幅されたというか、なんかそんな感じがしました。もう一回聞いてみましょう。そう、これね、鼻の使い方なんですよ。BE:FIRST の中のメンバーで、この声質の特徴が一番出てるのは、良気の声かな。鼻のね、使い方で、歌声に自分の独特の個性を乗せるっていう感じの。今のポイントのジュノンの声はですね、ちょっと良気の声質作りのニュアンスを感じました。次いきますよ。あ、いいね。そう、低い声でも鼻の響きを落としてないんですよ。減らしてないっていうかね。まだ早いみたいな、こんな感じの声質だったかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ゴールにはまだ早いみたいな感じの、ちょっとね、今大げさにやりましたけど、こんな感じで高い音も低い音も鼻に声を入れて歌声を作っていました。次いきますよ。いいね。ここでね、また再現性の高いジュノンのね、ものすごい歌声。もう一回聞いてみましょう。すごいですよね、歌声の勢いがね。歌声にね、勢いを出す方法としては、まずしゃくり、そして休符、そして子音の使い方。この3つが揃ってるとね、あそこまで歌声に疾走感だったり勢いが出てくるんですけども、ジュノン今のところ完璧かなって思うぐらいものすごい歌でした。いやー、素晴らしい進化でしたね。BE:FIRST、ジュノン、デビュー前から現在、歌声進化解説していきました。いやー、もう最初からね、めちゃくちゃ上手かったんですけど、もう化け物レベルで歌が上手くなってますよね。特に先ほども言いました、2023年から2024年、この1年間で一体何があったんだろうって思うぐらい歌がですね、神レベルで進化していたかなというふうに思います。で、今年は大人気ボーイズグループ 80s さん、発音合ってますかねこれ。80s さんとコラボ楽曲をリリースしたり、ライブツアーにもね、参加するっていう風な情報をですね、もう多分ね、ベスティの皆さんは知ってると思うんですけど、多分、さっきね、ふと思って言っただけなんですけど、よくよく考えたら、80s さんのツアーに一緒に同行するっていうことはやっぱり今年は本腰を入れて世界のトップを取るために動き始めてんのかなというふうに思いました。そう考えたらね、もうワクワクが止まらないですね。今後の BE:FIRST 全力で応援していきたいと思います。それでは今回の動画ここで終わりです。動画の内容気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。